どうも、うりです。本日の動画はこの木のまな板のレビュー動画です。前回の潜入動画で木のまな板をね製造してるところに行ったんですけど、そこで購入させていただいたイチョウ、ヒノキ、桜、ウォールナットを実際に使いまして、その比較をしていきます。結論としてですよ、僕が一番気に入ったものはイチョウです。包丁にとってとにかく優しく、切り心地が最高です。ただ唯一のデメリットがちょっと匂いなんですよ。この匂いさえなかったらもう完璧、最高だなっていう感じです。ってことで今回はこの木ごとの切り心地の違い、音の違いだったりとか、あと匂いの違いだったりとか、あと傷の入り方だったりね、食材の滑りにくさとか、そういうのを比較していきます。ではまず開封からですね。このようにすごく丁寧に梱包してくれてます。僕がね伝えたい内容として、木のまな板で検索するともちろんいろんなメーカー出してます。ただその木材は同じだとしても、その仕上げ方にね個性が出るんですよ。例えばこのね三好のキッチンさんの場合だと、特に好きな点がこの面取りですね。ここにはね本人もこだわりがあるということもおっしゃってましたよね。本当に美しい面取りがされてます。もう優しいです。あとこれはね言えば対応してくれると思いますが、表面の仕上げ方ですね。カンナ仕上げなのかとか、ヤスリプラスオイル仕上げなのかで、そのオイルもですね、どういうオイルを使ってるかによってもやはりそのまな板の持ちが変わってきます。そういうことでやはり個性は出るし、100均とかで売ってるね安いまな板にはやはりない魅力ですよね。でちなみにこれはどれもねカンナプラスヤスリプラスオイル仕上げということです。カンナはね普段5000番程度の砥石を当ててるとおっしゃってましたね。はい、ということで最初にイチョウいきましょう。柔らかい順でいきます。まな板どれもそうなんですけど、滑り止めマットとか濡れた布巾とかを敷いてちゃんとまな板が動かないようにするということはやっぱり安全面でも本当に大事なので、ぜひしてください。で、木のまな板共通で言える魅力は食材が滑りにくいという点です。これは本当に魅力で、だからこのようなへぎ切りとかトマトを薄くスライスしたりとか、そういうのがしやすいのはやっぱり木の方がしやすいです。で刺身をそぎ切りにしていく際にもやっぱり食材が動かずに綺麗に切ることができます。あと特に肉とか魚、油のついたね食材を扱う時は本当にこの滑りにくい、滑りやすいっていうのはまな板の材質によって大きく出て、そういうね食材を使ったとしても木のまな板だったら本当に食材が滑りにくくて綺麗に切ることができます。本当にねこれ比べると普段ね白いまな板使ってる人はもう多分その白いまな板に戻れなくなりますよ。ではこのイチョウについてですが、やはり匂いが特徴的です。銀杏臭というか、まさにああいう匂いですね。本当水に濡らすとさらにそのパッと際立ちます。ただ、使ってるうちに薄れてきます。実際ここに目の前にあるのイチョウのまな板なんですけど、もうほぼほぼ消えてます。多分水濡らしたら若干出てきますけど、やっぱり使ってるうちに薄れてはきます。ただねゼロになることは多分ないかなとは思うので、ちょっとこの匂いがダメな人はダメかもしれないですね。はい、ということでしばらくちょっと音を聞いてみてください。はい、では次ヒノキいきます。ヒノキも匂いは強いですね。臭いって感じはしないですけど、そのツンとした香りがします。はい、では次桜の綺麗な色してますよね。木目も非常に美しいです。匂いで言うと桜が一番気にならなかったです。硬さで言うとやはりイチョウやヒノキに比べたら硬いです。映像を見るとねわかると思います。
では次ウォールナット。まず第一印象は硬いですね。その硬さもあったりとか、あとよく見るとね細かい巣が入ってるんですよね。そういうのもあってやっぱさっきの3つと比べるとちょっと食材が動きやすいです。やっぱりね綺麗に密着させた方が滑りにくくはなりますよね。あと匂いについては若干します。その臭いとかじゃないんですけどちょっと独特な匂いはします。ではウォールナット本当硬いのでその硬さはこの映像からも伝わるとは思います。ではもう1個いきます。エンドグレインカッティングボードという小口が表面に出た特殊なものもあるのでそれも試していきます。この子はゴムの足がついてるものでやっぱりねこれがあるといちいちマット敷く必要はないし水もね下にたまらないし移動しやすいっていうのが魅力ですよね。乾かす時も本当楽ですね。で、このエンドグレインというものなんですけど木の繊維が縦方向に向いてることでやっぱり包丁の刃により優しくまな板が傷つきにくいというのが魅力です。あと反りが出にくいのも魅力ですね。で僕も知らなかった話がそば切り用のまな板ってこういう小口が表面のまな板がいいみたいですね。実際にやっぱ調べてみるとあります。そば切り包丁ねここにもありますけどそば切り包丁ってかなり重さがあるんですよ。でそばってそば打ちっていうじゃないですか。だから切るというよりもほんと打つって感覚で普通のまな板だとちょっとえぐれやすかったりとかそういうこともあってこの寄せ木のね小口が表面のまな板を使うみたいですね。すごい面白いですよね。はい、ということで以上です。皆さん好みの音はありましたかね。僕はやはり普段家で使うということであれば、結論でも言った通りイチョウです。その刃当たりの優しさっていうのがやっぱダントツで良かったです。柔らかいです。だから切ってて切りやすかったり、切り損じが少なかったり、やっぱ使っててテンション上がります。で、ここでは紹介してないですけど、茅のまな板というのもあって、茅のまな板もすごくおすすめです。値段はね結構高くなるんですけど、イチョウのような匂いはなく、イチョウに似た質感のまな板です。はい、あと傷の入り方これ注目してほしいんですけど、一番傷感が出なかったのが圧倒的にイチョウでした。他の木材は切った跡が見えます。結構傷が出てるの見えますよね。でその中でもイチョウは特に分からなかったです。でイチョウヒノキの魅力ですけど、やっぱ加工しやすい、メンテナンスしやすいっていうのは魅力ですよね。もし自分で金掛けするってなっても削りやすいしというのは魅力的だなと思います。でも見た目で言うと僕ウォールナットが好きですね。この濃い色合いはすごく素敵です。キッチンに置いてるだけでおしゃれに感じますよね。では次、この木のまな板が料理に与える影響の話をしていきます。それが香りです。やはり移ります。僕ねこれやりながら切った後その切ったものの匂いを嗅ぎに行ったりとか食べたりとかして比べたんですけど、やはり比較するともう分かりやすいです。本当に匂い移ってます。僕いつも包丁で味は変わります、包丁は調味料ですよということを言ってるんですけど、もっと言うと食材触れるもの全てが調味料です。特に鍋で味が変わるのは皆さんイメージしやすいですよね。例えば鉄なのか銅なのかアルミなのかステンレスなのかホーローなのかとか、これらが味を変えるように包丁でもまな板でもそれこそ器とかでももう食材触れてるもの全てが味に影響すると言ってもいいですよね。だって本当に違いますもん。比べたら分かります。なので普段使ってる調理器具を一回変えてみてもういろんなこと実験するのは本当に面白いです。是非いろいろ比較して遊んでみてはいかがでしょうか。僕はそれが楽しすぎてこうなりました。
でも本当それすることで本当に自分が好きなものと出会うことができます。はい、では最後にですね、この木のまな板のメリットデメリットをまとめてお伝えします。一番の魅力はやはり切れ味が長持ちすることですね。僕の感覚で言うと本当プラスチックのまな板と比べたら5倍ぐらい切れ味の持ちは変わるって言ってもいいです。それくらい違うってことは研ぐ頻度がかなり減らせるんですね。研ぐ頻度を減らせるってことは包丁自体の寿命もそれだけ長くなるので、もうその魅力だけでもやっぱり木のまな板を使う価値はあります。で、あとは大きさをオーダーできる、自分のキッチンに合ったまな板を作ることができます。で、食材が滑らない、音が心地よい、そういうことで料理のテンションが上がる。あとメンテナンス性についてですが、自分でメンテナンスできる人にとっては最高ですよね。汚れてきたらまな板削りとかカンナがけして新品同様のねものにできるので、それもすごい魅力です。あと好みはありますけど、先ほど言った通り、食材に香りが移るということですね。で、デメリット、気をつけたいポイントとしては、どうしても漂白できないとか食洗機 NG という点があります。生肉はもちろん、魚をさばく時とかでもやっぱり骨を叩いたりする時、どうしてもねその木のまな板だとその深い傷が入るんですよ。めっちゃダメージでかいので、そういう時とか、あと色移りのあるものを使う時、なんか色粉を使って染められたものを切ったりする時は本当にその木のまな板にめっちゃ着色しちゃうので、そういう時はもう木以外のまな板を使うってことをお勧めします。だから使い分けるってことがおすすめですね。僕はそういうことをしてます。はい、ということで以上です。木のまな板ね、気になった方、まな板屋さんの URL 概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そうだ、あと1点お知らせです。こちらにこれ銀の盾が入ってます。YouTube のチャンネル登録者10万人いくと Google からもらえるものなんですけど、これまだ開封してないんですね。で、今夜 YouTube ライブでこの銀の盾開封ライブをしようと思ってます。よかったらね、遊び来てください。ということでお待ちしてます。ありがとうございました。